どうも、おりです。今回は包丁のレビュー動画です。実際どんな包丁をレビューするか、実際にね、ここに4本並んでるんですけど、この包丁が一体どういった包丁なのか、もう先、どんな包丁か結論を言うと、とにかく軽い、そしてこのね、ハンドルが結構魅力的なんですけど、後ほど紹介します。で、錆びにくいですね。このようなポイントが僕がね、すごい使ってて、実際に見て魅力的だなって思ったポイントなんですけど、こちらの商品は実際にね、クラウドファンディングで今販売されてまして、2月末までですね、までやってるんですけど、まあ、どんな包丁か、実際にそのページを見ながら紹介していきたいと思います。こちら幕開けのページですね。幕開けっていうのはクラウドファンディングでプロジェクトを始めたいって人がね利用するサイトとなってます。で、こちら100年の時を超えた伝統の切れ味ってことで、これ結構気になりますよね。トスカーナナイフっていうのがね今回のその商品名なんですけど、このトスカーナナイフが一体どういった包丁なのか、もうトスカーナって聞いた時にね、イタリアだなとか分かった方いると思うんですけど、まあイタリアなんですよ。でこのね左側のこのロゴマーク、実際これがね白鳥の2羽のスワンがロゴマークになってるんですけど、これドゥチーニといって2羽のスワンを意味するイタリア語ですね。ドゥチーニというのは。はい、ということでいろいろ見ていきたいと思います。まずストーリーですね。1、イタリアの刃物の町マニアーゴで100年以上の歴史を誇るメーカーが作った一生もののキッチンナイフ。2、ブレードに耐腐食性。耐腐食性っていうのはその錆びにくさですね。はい、に優れたステンレス4116ニトロ B。これがね結構今日その肝となってくるんですよ。このステンレスの鋼材は一体どういった鋼材なのか。はい、で硬く薄いので切れ味も抜群。3、ハンドルに木目の美しいトスカーナ産のオリーブを採用。軽くて持ちやすく、手首や腕の負担も軽減。はい、ということでいろいろ気になるポイントありますよね。では下いきます。トスカーナナイフ。トスカーナナイフはイタリアの刃物の町マニアーゴで作られた軽量薄刃包丁です。薄く仕立て上げられたブレードはまるでカミソリのようにスーッと食材に入り込み、力を入れずとも綺麗にカット。100年以上の歴史を持つ老舗キッチンメーカーナイフの技術が詰まっており、丈夫で切れ味も抜群ですということで、まずその軽さとか厚みについて紹介します。実際にこちらですね、まず三徳ナイフから。三徳ナイフっていうのが一番日本で家庭用で一番使われている万能包丁と言われるタイプですね。こちら刃渡り18センチ、厚みが 1.5 ミリですね。で重さが 128グラム。この重さが 128グラムってかなり軽い方で、だいたい一般的に150から200のものが多いんですけど、これはそれ以下ですね。だいたいねきゅうり1本が 100g ぐらい、 110g とかそのくらいなんですけど、それより気持ち重いくらいですね。はい、で特に薄さでびっくりしたのが他の包丁を見ていきたいんですけど、ちょっとここで種類も紹介しておきます。こちらの包丁4本レパートリーがあるんですけど、三徳包丁でブレッドナイフ、パン切り包丁ですね。でステーキナイフ、ユーティリティナイフといって、ペティナイフですね。かなり小型な包丁です。こういった包丁の4本があります。で特に紹介したいのがこのね薄さ、ペティナイフ、ユーティリティナイフの薄さなんですけど、これ厚みが 1mm なんですよ。めちゃめちゃ薄いです。実際に見て分かる通りかなり反ります。すごくねしなるようなそんな包丁、それくらいの薄さのものになってます。はい、実際にね 45g ってもうめちゃめちゃ軽いですよね。でこのユーティリティナイフですね、これについてもうちょっと言うと、刃渡りがね10センチということでちょっとね短めなんですよ。この10センチっていうのは例えば一般的なペティナイフですね、それがだいたい 120mm とか 135mm ですね。12センチとか15センチぐらいのものが多いんですけど、これは10センチなんですよ。ちょっと短めです。普通のペティと比べると。これがねいいんですよ。これがまた絶妙でね、例えば今見てる映像が人参のねトゥルネといって、人参をフットボール型に面取りすることをトゥルネっていうんですけど、フランス料理で。でそういったのやるときって刃渡りってそんな必要ないんですよ。だからそういった空中でやる作業でも重さっていうのはできるだけ軽い方がいいし、刃渡りもね無駄に必要ないので、そういったのもかなりやりやすいです。で厚みのことで言うと、薄ければ薄いほどその食材の割れっていうのは少なくなるので、こういった作業はかなりしやすいですよね。であともう一個、こちらバランの映像になってるんですけど、特にねこの僕が10センチで気に入ってるポイントっていうのが、こういった切り方する時って包丁をねこういう持ち方するんですよ。こんな感じのこういう持ち方をするんですけど、この持ち方をした時に10センチが僕の手にとっては一番良くて、これ人それぞれだと思うんですけど、この切り方する時ってこの中指を僕包丁の背中峰に当てて、でここで力入れたりしながら調整するんですけど、その入れる場所がね切っ先すぎずで長すぎず、もう絶妙なねこの部分にあるんですよ。ここにあるからすごく力が入れやすいし、ちょうど見えやすい位置になるんですよ。これが切っ先すぎるとその先端が見えなくなっちゃうんですね。だからこういった持ち方で切る作業っていう時は、この僕は10センチの刃渡りが一番僕は好んで使ってます。でこの切り方についてもうちょっとだけ言うと、このねハンドルが結構大事なんですよ。この下のハンドルのここの形状、ここですね、ここの形状が結構これ大事で、たまに包丁によって
ここがこのくぼみがない包丁があったりするんですね。それってそういう場合はこの持ち方は危険です。それで滑ってここの刃にここがいったら切れちゃうので、だからここのくぼみがちゃんとあるものですね。でここがちゃんと丸みがあって痛くないようなもの、たまにねもう角々しいやつでちょっと痛いものがあるので、そういった面でもここの形状っていうのもねすごく大事になってきます。はい、ではこのユーティリティナイフの紹介でした。では、次の紹介どんどんいきますね。では次、ここ結構紹介したいポイントが、錆がほぼつかない特殊な窒素鋼4116ニトロ B のブレードは軽い力でも硬い食材を一刀両断ということで、この窒素鋼ですね、この4116ニトロ B っていうね聞き慣れない言葉だと思うんですけど、まずこのステンレス4116ニトロ B っていうのがイタリア製の特殊硬質鋼で、食器用の素材として使われるステンレス4116に窒素を混ぜた俗に言う窒素鋼と呼ばれる素材ですということで、この窒素を含めることでどういったメリットが起こるかっていうと、粘りが増すんですよ。この鋼材の粘りですね、その粘りっていうとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、その割れにくさとかかけにくさとか、そういった変形のしづらさとか、そういったものです。で幸福点っていうものがあって、幸福点って聞いたことありますかね。幸福点っていうのはその男性領域、簡単に言うと男性力ってあるじゃないですか。物体を押した時に戻ろうとする力ですね、あれ男性っていうじゃないですか。その領域があるんですよ。その領域をもう超えた時、超えるその瞬間、超えたその点を幸福点っていうんですけど、例えばさっき見せたこの包丁ですね、これもう結構曲がるじゃないですか。でもある程度の力で曲げても戻ろうとしますよね。戻りますよね。でもこれ思いっきり力入れたら折れちゃうじゃん。折れるというか曲がるじゃないですか。曲がったまま戻らないですよね。その物体に力を加え続けて、その限界が超えた時ですね、その幸福点っていうのがあるんですけど、その幸福点が高まるんですね、この窒素を加えることによって。そういった魅力があります。他に言うと、例えばバネとか、バネもそうですけど、バネってこうやってやったら戻ろうとしますよね。でちょっと引っ張ってもまた戻ろうとしますよね。でもバネを思いっきり引っ張ったらもう戻らないじゃないですか。それがそのもう男性領域を超えてしまった状態です。でこれってね、なんかその包丁でもそうですけど、何でもそうですけど、その幸福点の位置って大事で、要は高ければ高いほどその変形しにくいんですよ。で低ければ低いほどもうちょっとした力とかでもうね、その曲がったままずっともう戻らないので、はい、なのでこういった幸福点とか粘りとか、そういったのねあんまり聞き慣れないかもしれないんですけど、結構大事になってきます。でもう一個、この窒素鋼ですね、この4116ニトロ B ってことについてもう少し言うと、この鋼材っていうのは特にその錆に強いです。ステンレスって分類の中でも、ステンレスって錆に強いってものなんですけど、その中でもさらに錆に強いものなんですね。ステンレスって言われてる包丁でも、なんかステンレスなのに錆びてしまったんですけどってねこと結構言われたりするんですけど、それってステンレスの中でもその錆びにくさって違うんですよ。でなんでじゃあこの鋼材、なんでこのステンレス4116ニトロ B がこれだけね錆に強いかっていうと、もともとその4116って鋼材に窒素を添加したものって言ったじゃないですか。だからそのもともとね、その4116っていうものがどういったものか僕も調べたんですけど、これちょっとねクロムの量が多いんですよ。で今クロムの量が多いっていうのは、ステンレスの定義ってクロムを 10.5% 以上含ませたらそれってステンレスに変わる、ステンレスっていうものになるんですね。それが定義なんですけど、でこのステンレス4116っていうのはクロム量がね14とかあるんですよ。だから結構これって量が多い方なんですね。だからより錆びにくいっていうものですね。ものによっては本当に11とか、もうそのギリギリのラインってて、そういったものはね若干どうしてもその光色っていうんですけど、光色っていうのはよくねステンレスでも穴が開いたような感じで錆びる、腐食する時があるんですよ。そのステンレスがそもそも錆びる原因って大体大きく3つあって、その塩素か、それともその傷だったりそういったものか、あともらい錆ですね。大体この3つが主なんですけど、で光色っていうのはその塩素が影響で、その表面についたねその汚れ、その塩素を起点としてもうずっと継続的に腐食が進行していくっていう状態になるんですね。だからもうなんか穴が開いたような、本当にもう点でね錆びるような、そういった現象が起こったりします。じゃあそうならないようにするためにどう対策したらいいかなんですけど、それがさっきから言ってるそのクロムですね。クロムを添加して、クロムの量によってもその錆びにくさっていうのは変わってくるし、クロムとか例えばタングステンを入れたりとか、他にもその構造自体ですね、よりやっぱりもう組織がギュッとしてる方がその光色っていうのは起きりにくいので、その隙間のない構造だったりとかで、今言ったものっていうのはその包丁の使い手ではなくて作り手の話ですよね。なんですけど、じゃあその僕らその作り手じゃなくて、使い手ですね。使い手がどういう対策をしたらいいかっていうのは、やっぱりその普段の管理です。ステンレスはステンレスでも、とにかく使った後はやっぱり水分を拭くっていうことが一番いいです。もう水分拭いて、ちゃんとその
仮拭き用と本拭きを用意するんですよ。仮拭き用でちゃんと一回拭いてから、でもやっぱり絶対ね水滴残ってるんですよ。だからちゃんと本拭き、そのちゃんと乾いたもので拭き取るとか、最後ねティッシュだけで一回拭き取るとか、そういったもう、水分を拭き取るってことは大事です。鋼っていう、錆びやすい鋼ですね。それではない、ステンレスを扱ってたとしてももうね錆びないではないので、錆びにくいってだけなので、それなりの管理っていうのは必要です。それこそその拭き取るとか、あとその置く場所とかにもよりますね。さっき言ったもらい錆っていうのは金属同士が触れ合ってたら、そこから錆が移ったりとか、そういったことが現象で起こってくるので、その保管する場所っていうのも気をつけるようにしてくださいという感じなんですけど、何が言いたいかっていうと、このステンレス4116ニトロ B っていうのがより錆びにくい分類の中でもさらに錆びにくいよっていうことを言いたかったです。はい、というお話でした。では次ですね。次はこのパン切り包丁、ブレッドナイフについて紹介しようと思います。一般の包丁では切ってる間にパンくずが出やすいバゲットのカットも、切れ味がいいトスカーナナイフのブレッドナイフなら軽く1回引くだけということで、びっくりしたのがこの映像、これ今からねバゲットを切るんですけど、もう見てわかる通り僕刺身を引くように切ってるじゃないですか。もう本当に1回引くだけで切れたんですよ。それが結構びっくりして、やっぱりその理由っていうのは薄さですよね。これ本当に薄くて、ちょっとねこれ見ていただきたいんですけど、これ分かります？めちゃめちゃしなるんですよ。そのくらいやっぱり薄いんですけど、薄いのになんかね強度があるんですよ。あともう一個、今からねこのね食パンを切るんですけど、これちょっとね特殊な食パンでね、かなり美味しそうなんですけど、水分量がめちゃめちゃ多い食パンで、周りは若干硬めなんですよ。でも中はめっちゃもちっとしたような食パンなんですね。それを今から切るんですけど、特にね、ここで見ていただきたいのがこの切っ先の部分。切っ先の部分ってパン切り包丁って結構この切っ先部分のこの形状っていうのが大事で、最後ねまな板につけて引き切る時にこの切っ先って絶対使うんですね。だからこの切っ先がどういう形状をしてるのかってことは非常に大事になってきます。本当にこの食パンねめっちゃもっちりした食パンなんですよ。なんですけどね、こんな感じで切り口が美しく綺麗に切ることができました。はい、では次ですね。これも僕がいいなって思った魅力の一つ、ハンドルについてです。トスカーナ産オリーブのハンドル。トスカーナナイフのハンドルにトスカーナ産のオリーブを使っているのがその名の由来ということで、僕ねこのオリーブのハンドルを使うのは初めてでした。でめちゃめちゃ気に入りました。いろいろ読んでいきますね。イタリアのトスカーナ地方はイタリアでも有数のオリーブの産地で、しかも品質が高いことでも有名。オリーブの木は樹齢1000年を超えますが、背が高くなるため定期的に剪定が必要です。トスカーナナイフのハンドルはその副産物を再利用したものです。はい、素晴らしいですね。オリーブの木の特徴ですね。オリーブの木は油分が多く、しかも硬くて丈夫です。また木目も美しく、2つとして同じものがない模様はまさに芸術品。樹脂製や金属製のハンドルと違い、軽く手に持った時にしっくりと手に馴染みますということで、特にこのオリーブのハンドルでいいなと思ったのが、この2つとして同じものはないということで、木目がね本当にもう全部これ違うんですけど、この表情のその豊かさですね、それがいいなと思いました。ちょっと他の木材にはないような木目、この独特なマーブル模様というか、そういった一つ一つの個性ですね、それがいいなって思ったのと、あとシンプルにその質感です。やっぱりちょっと油分が多い、オリーブの木は油分が多くってことがそのね原因となってると思うんですけど、この絶妙なしっとり感っていうのもね僕は気に入ったポイントでした。はい、でこの秒3点止めってやつですね。これ秒、ここの部分秒っていうんですけど、この部分この秒3点止めされてるんですけど、これ秒で3点止めを施してるので、バランスがよく丈夫な作り、しっかり握れるような緩やかなカーブを持たせ、さらに口金と江尻に滑り止めを設けているので、硬い食材のカットの時もしっかり力が入ります。オリーブのハンドルの使いやすさと美しさにきっと愛着が湧くこと間違いありません。はい、確かにねこの形状はすごくいいです。もうなんかねセクシーなんですよ。この持った時のこの下側が結構大事で、江尻にねこのへこみ、この出っ張りのねこの部分って結構人からしたらこれがないとなんか落ち着かないって人も結構いて、やっぱりあると安心感がある人っていうのは結構多いですね。であと包丁の種類的にはステーキナイフっていうのもあるんですけど、ステーキ以外にもよくチーズですね、チーズをカットしたりとか、そういった切り方、そういった切り物もこのステーキナイフっていうのは使われたりしますね。はい、という感じでこちらリターンですね。こちらの商品早割といって限定先着何本とかなんですけど、このクラウドファンディングで買うことによってお得に手に入るような価格帯があります。それが早ければ早いほど
ね、20% オフとか 10% オフとかで、セット早割とかですね、25% オフ、30% オフ、35% オフとか、そういったお得な情報っていうのもありますので、もしね気になった方、ちょっといいなと思った方はいろいろ調べて、できるだけ早くポチってもらうといいんじゃないかなと思います。で、リターンのお届けですね。実際に包丁が、その包丁を買って包丁が自分の家に届くのっていうのが6月も予定をされています。ちょっとね先のことですけど、はいという感じですね。こんな感じなんですけど、ちょっと最後にというか、あとねもうちょっといくつか僕から伝えたいことっていうのを紹介します。それがページではなかったんですけど、三徳包丁だけこのね穴開いてるじゃないですか。開いてるっていうか穴くぼみがありますよね。これディンプル加工っていうんですけど、これディンプル加工っていうのは摩擦の抵抗を少なくするための処理で施されるこの加工なんですけど、要はくっつきにくくさせる、その食材がペタッと張り付かないんですよ。食材を切った時によく、例えばきゅうりを薄く切ってる時とかペタッと張り付いて、それを剥がすのがちょっとね一苦労だったり、そういったね現象あったりすると思うんですけど、このくぼみ、このディンプル加工がされてることでそのストレスがないんですよ。実際にねこの今リンゴを切ってると思うんですけど、リンゴを薄く切った後もう寝かしてこのようにね、もう手を触れずともリンゴが下に落ちてくれるっていう、こういったそれだけって思うかもしれないんですけど、こういったちょっとした加工でも一応料理の生産性っていうのは上がりますよね。はい。であとですね、その研ぎですね、こちら研いでみたんですけど、やっぱり研ぐ時気をつけなきゃいけないのは、これねさっき見てて分かった通り、もうこれだけねしなるんですよ。めちゃめちゃしなるので、研ぐ時に力を入れすぎに注意してほしくて、っていうのはこのね切っ先以外はそんなに問題ないです。この左手の指の位置ですね。僕動画で言ってるのが、左手のこの指の位置はこまめに動かしてほしいって言ってるんですよ。それっていうのは基本的に研げてる場所っていうのはもうこの左手の指の真下だけなんですよ。だから例えば特にこういったしなるような包丁を研ぐ時に、その部分だけ力強くしたら本当にそこが極端に研げるんですね。他大きく動かしてるつもりでも、その指で押さえてない、砥石に擦れてるんだけど指で押さえてない部分っていうのは本当に全然研げてない状態になっちゃうんですね。だから僕は左手のこの指の位置っていうのは部分でこまめに動かせって言ってるんですけど、このしなる包丁のその注意点っていうのが、特にこの切っ先側ですねを研ぐ時っていうのが難しいです。どうしても切っ先側を研ぎたい時って危ないので、切っ先ギリギリまで指を置けないんですよ。だから切っ先より若干約1センチぐらいを手前に指を置いて研いだりすることが多いんですけど、その時に力を入れすぎると切っ先に当たらないんですね。だからその時は若干この押さえてる指の力を少し抜くんですよ。少し力抜いてちょっとだけ立ててあげる。で優しく研ぐと切っ先までちゃんと当たってくるので、ちょっとねこういったしなる系の包丁はちょっとその力加減だったりとかっていうのがちょっと難しいっていう場合はあります。はいという感じでしたね。でその鋼材窒素鋼の切れ味についてなんですけど、そんなに全然違う感じはしないですね。その研いでる感じとか切った感じ、刃の付き方っていうのは。だからHRC が似たようなそのモリブデンとか、その A8 とかって言われるアウス8とかっていうんですけど、そういったものとほぼ一緒です。そんなにもう違いはわからないですね。似たようなその研ぎ感、似たような刃の付き方っていうのはします。であとこちらですね、今から玉ねぎ、紫玉ねぎのみじん切りをしていくんですけど、玉ねぎみじん切りする時って今切ってるようにちょっと今から粗みじんをします。みじん切りする時って切り込み入れて、で手前だけ切り込み入れて、でそのまま浮かせますよね。その時にこのディンプル加工、その空気の通り道があることによってスッてね抜けるんですよ。そういったメリットもあります。本当にそのすっごいねまっすぐ、もう峰から刃先までまっすぐにピターってなってる包丁って、これがね抜けにくかったりとか、もう食材が包丁に張り付きすぎて、そういったね場面でも本当に切り込みだけ入れたい時とかでも食材からスーッと抜けるような加工となっております。であと余談なんですけど、玉ねぎ切る時ですね、玉ねぎのみじん切りする時横に切り込みを入れる必要ないっていう方いるんですけど、これってねやったことない人が言うことなんですよ。やってみたら分かるんですけど、横に切り込み入れる、切り込み入れないでもう状態全く違うので、なんで横に切り込み入れる必要がないって言われるようになったのかっていうと、玉ねぎってこうやって層になってるじゃないですか。だからもう層になってるから、わざわざそれにね横に切り込みを入れる必要ないっていう方多いんですけど、確かに層になってるんですけど、こうなってたら別ですよ。もう平行に全部そうなってたら別ですよ。なんですけどこうやって丸でそうなってるじゃないですか。だからここの切り始めとここの切り始めで変わってくるんですよ。だしその1層の厚み以下にはならないですよね。だからこそ大きさ揃えたかったりとか、より細かいみじん切りしたい場合っていうのは絶対に横に切り込みを入れる必要っていうのがあります。これは本当やって
ってみたら本当に分かることなので、はい、という玉ねぎの切り方のお話でした。ということで今回の動画は以上ですね。実際最初でも言ったようにプロジェクト期間が2月末までですね。そこまでやってますので、今ね、包丁の話聞いてちょっとでもね気になった方いればぜひ概要欄サイトを貼ってクラファンのねページ貼っておきますので見てみてください。そして応援してみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。